こんにちは、名神工業です。今回はですね、年末も近づいてきましたので、大掃除がてら家の隙間に打ってあるコーキング剤、ご自分で打ち替えたいなと思った方のために、ちょっと特別な道具をご紹介したいなと思っております。コーキングを打ち替えたいなと思ったということはですね、今売ってある古いコーキング剤を取る必要がありますね。私たち専門業者はですね、カッターを使って、取るのが一般的なんですが、ちょっとホームセンターに行ったところ、コーキングを取る専用の道具が売っていました。こちらをですね、後で実際に使ってみて、どんな感じだったのか、レビューもしたいと思います。それでは、どうぞ。はい、今回紹介する道具がですね、3種類あります。3種類っていうか、2種類ですかね。こちらとこちら。はい、まず1つがこちら、セメダイン社製の簡単シーリング剤剥がしです。なんか黒い尖った樹脂みたいな感じですね。それからこちら、株式会社ハンディクラウンと書いてありますね。なんか同じ形のやつ他の会社の名でも書いてあったんでちょっとよくわかんないんですけど、コーキング落としヘラという名前で出ています。荒削り用と仕上げ用がありまして、まず荒削りをしてからこの仕上げ用を使うということですかね。なのでこちらはもうこの1本で完結しますけど、こちらは2つ必要なのかなとよくわかんないですけどね。はい、まずこちらのセメダイン社製の簡単シール剤剥がし、開けてみたいと思います。こんな形ですね。結構とんがってますね。これわかりますかね。こんな感じです。後ろの方もですね、こことんがってますね。はい、使い方はですね、エッジ部を押し当てて目地剤方向へスッと上がる。なるほど。これはですね、このとんがった方でですね、こうやってコーキング剤を取っていくこともできるし、この裏側のところ引っ掛けて取ることもできるということですね。で、最後これで大まかに取ったら、もう後ろのこれはただの平らな感じですね。ここでガリガリ取るということですね。特徴として浴槽や壁に傷をつけにくい特殊プラスチック製です。カッターなどの刃物を使わないので危険が少なくなりますということですね。注意点は、怪我をしないようにということと、この製品は古いシリコーンシール剤を取り除く専用の道具です。他の材料はダメなのかな。はい、そして次がコーキング落としヘラ。まずは荒削り用。荒削りに最適なステンレス刃付きということで、先っぽがステンレスのね刃がついてるみたいですね。とんがってますね。刃じゃないですね。刃っていうのかな。金属、ステンレスの薄い板をですね、折り曲げて三角に折り曲げているだけなので、特別、カッターの刃みたいな刃がついてるっていう感じではないですね。不良品とかじゃないですよね。手が切れることもありません。刃がついてないです。古く傷んだコーキングを簡単に落とすことができるヘラです。こちらは使い方としては、コーキングの端から側に沿って押しながら古いコーキングを削り取っていきますと。下地が傷つきやすい箇所には適していません。その場合は仕上げ用をご使用ください。あと、新しいコーキングは落とせませんと書いてありますね。こうやってさっきのこれと一緒ですね。これの押すバージョンと一緒です。押して取るということですね。で、一応ステンレスの刃がついてるので、傷がつきやすいから気をつけてくださいっていうのと、この仕上げ用で荒削りが終わった後は、はい、この仕上げ用プラスチックでできた
なんかこれにこれをつけただけですね。これネジ外したらこれになると思います。でこちらは1つ大体どれもみんな300円400円ぐらいだったと思います。なのでこっちはですね300円で300円400円ぐらいでもう1つで完結できますけどね。こっちの場合は1回これでやってこれでやるということで600円から800円ぐらいかかっちゃいますね。じゃあ実際どんな使い勝手なのかやってみましょう。はい、それでは以前このチャンネルでもご紹介したこの IH の周りの隙間、以前コーキングをしました。もう少しね、どうだろう、油汚れかな、少しシリコンって打ってからだんだんクリアでもね少し黄ばんでくるんですけど、ちょっと黄ばんできたのでここを打ち替えちゃいたいと思います。そのためにね、まずこれで古いコーキングを取り除く必要がありますね。まずこのセメダインの簡単シーリング剤剥がし、こちらからやっていきたいと思います。その前にですね、ちょっと傷をつけないようにテープで養生しておきましょう。はい、やってみますね。じゃあまずこの引っ張る方向で取るやり方ですね。よし。これね、どうしよう。見えない。見えるかな。見えます？ここ。ちょっと取れてますね。ほら。なるほど。これですね。なんだろう。この先っぽ、こうやって見るとわかるかな。直角じゃないですね、これ。ここが直角じゃなくて少し鋭角になってるので、その角度で取れてしまいます。だからね、ちょっと残っちゃうんですね。わかりますかね。こう取れたんですけど、ここと下残っちゃうんですね。クリアだから分かりづらいかな。こんな感じで取れます。じゃあ次、押す方やってみましょうか。はい、押しますね。取れますね。これも同じですね。ここの先端がですね、直角じゃないんですね。今この直角のところに三角に打ってあるので、これが直角じゃないと V に取れちゃうんですね。わかった。それで最後これで剥がすってことなのかな。残った部分取れましたね。はい、次はですね、株式会社ハンディクラウンのコーキング落としベラ。まず最初はこちらの粗削り用でちょっとやってみましょうね。こちらも気がついたんですけど、やっぱ直角じゃないんですね、ここの角度がね。なんで同じようになっちゃうと思います。じゃあいきますね。ちょっと割と立てないとダメですね、これね。あんまりスムーズじゃないな。よいしょ。こちらもやっぱ少し残ってしまいますね。でね、あんまりどうだろう。私のね、やり方が少し悪いのかな。あんまり綺麗に取れないですね。こうじゃないもんな。やっぱこうだもんな。刃が結構立てないといけないんでね、滑りが悪いというか引っかかりますね。ちょっとこっちの仕上げ用のやつ使ってみましょうか。仕上げ用。こっちの方がスムーズですね。こっちの方がいい。ねえ、直角じゃない割には割と取れてます。この辺やってみましょうね。はい、いきますね。スムーズ。取れますね。なんとなくセメダインの簡単シール剤剥がしよりはまんべんなくっていうか、残りが少なく取れますね。これ取れます。でね、この最後のこちらの場合はこの裏のヘラを使ったんですけど、こっちでも言えることなんだけど、どうだろう。角度を少し変えて平らに当てれば少し残った部分も剥がせますね。割と使いましたね。はい、これね、ポロポロカスが残ってしまうと後々めんどくさいんでね、本当は一発でスッと取りたいんですね。掃除すればいいだけの話なんですけど、これが静電気とかでねくっついちゃってなかなか取れないんですよね。はい、最後はですね、私どもが普通に使うカッターナイフですね。これで取っていきたいなと思います。刃の入れる角度ですね。あんまり
素材を傷つけないようにですね入れていきます。はい、そして下もこんな感じで取ります。もう最後きれいに取っておきましょう。意外と使いましたねこれね。うわ、綺麗に取れますね。こういうところには使えるかもしれないですね。ちょっと角度を変えてあげればなかなか使えます。ちょっと角度をね微妙に調節して丁寧にやってあげれば綺麗に取れると思います。どっちかって言ったらはい、それではねこの2面をね今取り終わりましたので、おさらいでコーキングを打っていきたいと思います。油分が少しありますのでね、ちょっと無水エタノールで油の除去、パーツクリーナーとかでもいいと思いますけどね。はい、テープ貼ってきますね。うわ、はい、それではコーキングを打っていきますね。クリアのねシリコンです。これは防カビ剤の入ってないタイプのやつなんですけども、うちに転がってたんでこれで打ちます。はい、以前この周りを打つ動画でも紹介したんですけど、いろんなヘラ作ってもいいですけども、こういう細い目地ならね手で十分いけます。ギューッとね、なるべくギューッと押さえつけるような感じで仕上げます。女性の方なら人差し指でもね全然いけると思います。男の人だったら小指で押さえますかね。でゴム手袋もねブカブカの手袋よりもこれピチッとしたものの方が仕上げやすいと思います。ブカブカのやつねこうやって仕上げてるうちにどんどん脱げてきちゃうんですよね。こうやって押さえながらね脱げないようにしながら、これもなんかこう脱げてきちゃいますね。よって、これもなんかうまいこと押さえつけて伸びないように仕上げるといいと思います。はい、それでは打っていきます。キューッとね空気が途中入らないようにゆっくりやりますね。この押し出すのと引っ張るのとうまいこと途中に空気が入らないようにできます。そしたらねキッチンペーパーか雑巾かもう捨ててもいいようなもの用意してください。それでねまずは右から左へ、右手の人はですけど右から左へ仕上げます。こうやっていちいち拭き取ってください。もうね、拭き取る。これをきれいに拭き取ってきれいな指にしとくのがコツです。はい、それでは最後仕上げていきます。最初に仕上げた時の逆で仕上げていきます。もうギューッと押さえつけていいですよ。ギュー。はい、こんな感じです。完了。最後ねこの雑巾あるいはキッチンペーパーにですねこのテープを巻き取っていきます。こう剥がしてですねここに巻き取る。はい、こう感じですね。でね取りやすいようにここ最後ピロッとね残しとくといいですね。そういえばピュッと取れますから、こんな風に巻き取ってはゴミ箱へポイ。はい、完成です。あとこれ固まるまでね夏場だったら 2,3 時間、冬でも半日ぐらいではこのぐらいのボリュームだったら固まると思いますね。触らないようにしてください。だから夕飯とか作る直前にやっちゃうとちょっと邪魔になっちゃいます。夜ご飯終わってからちゃっとやれば明日の朝には固まってます。はい、ちょっとね寄れるレンズに交換しました。こんな感じですね。それでも透明で分かりづらいですけど、どうやったら分かるかな。なんとなく分かりますかね。はい、これでこの隙間からお醤油とか
油とか染み込んでいかないようになりましたね。年末のお掃除で皆さんもぜひ挑戦してみてください。はい、いかがだったでしょうか。このね説明書にも説明書きにも書いてあったんですけど、シリコーンシール剤を取り除く専用の道具ですということでですね、コーキング剤っていろいろな種類があります。シリコーンコーキング、変性シリコーンコーキング、ウレタンコーキング、あとはポリサル、油性コーキング、なんだってありますけども、他のね、シリコーンコーキング以外のコーキング剤っていうのは少し粘り気があるんですね。なんてゴム質が強いというかで、シリコーンの場合は割とサクッと切れるんですよね。なので、こういうのでもスーッと切れていくっていうことだと思います。これでね、例えば変性シリコンとかウレタンを取ろうとするとなんていうかな、粘っちゃうのでうまくああいう風にサクッと切ることはできないと思いますね。それからあとはやっぱりこれがあれかな、他の変性シリコンとかウレタンだとこれが効いてくるのかな。ちょっとでもね刃物の刃ではないのでちょっと苦労するかなと思います。シリコンコーキングだったらこれでねスカッと結構切れましたね。それからもう少しこれが90度になってくれてる。でもそうか、ネジで90度ってなかなか90度じゃないところもありますのでね、やっぱり鋭角側にしといて90度になるようにこちら側で合わせた方が、使い勝手はいいのかもしれないですね。いやー、今までね、僕らこういうのってどうせ取れないんだろうなってちょっと舐めてた部分があったんですけども、シリコンに限って言えばこれ使えますね。今回は結構ピシッとまっすぐな直角のまっすぐなところだったのでこういう道具使いやすいんですけども、ちょっと凸凹がある下地に打ってあるコーキング剤とか、例えばタイルで目地のこのボコっていうところがあるところとかだと少し苦労するかもしれないですね。それカッターでも一緒なんですけどね、あとはねやっぱりちょっと幅の広い目地だともうちょっと苦労するかなと思います。そうですね、おすすめはドンこっちですね。こっち2つ買うんだったらこっち1本で済ませたい。でもしかしたら他のコーキングの材料だとこっちの方が使えるのかもしれないですね。もうこれはシリコンシール専用ですと書かれてるのでね、シリコン以外はちょっと使えないんだと思います。はい以上、コーキング剥がしのコーキングを撤去する道具の紹介でした。年末に向かってですね、お部屋の掃除の中で隙間埋めてあるコーキング剤が少し汚くなってきたななんて方はですね、ぜひコーキングの打ち替えに挑戦してみてください。テープの貼り方とかですね、ヘラの作り方、いろんな方法をですね、私のチャンネルの方で紹介してますのでね、ぜひそれもご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。名神工業でした。